1年戦争後から第二次ネオジオン紛争までにおけるモビルスーツ、モビルアーマー、艦艇運用の戦略的変遷、宇宙世紀0079の1年戦争を経て兵器体系と軍事戦術は飛躍的な発展を遂げた。モビルスーツ MS は限定的な補助兵器から戦場の主軸へと進化し、それに伴ってモビルアーマー MA や艦艇の設計思想、運用法も大きく変化していく。本校では1年戦争以降、グリプス戦役、第1次ネオジオン構想、そして第2次ネオジオン紛争、逆襲のシャアに至るまでの期間における兵器運用の変遷を概観し、その戦術的意義を探る。グリプス戦役機 UC0087、この時期ティターンズ、デウーゴ、アクシズという三つどもえの戦局により多様な兵器体系が出現した。特に特徴的なのは可変モビルスーツ TMS の登場である。ゼータガンダムやガブスレー、アッシュマーなど変形による大気圏内外対応、飛行性能の強化が図られた。これは空間軌道と地上制圧を一体化させた新戦術を可能とした。また強化人間による高性能機の運用、サイコミュ兵器の発展型としてバイオセンサー搭載 MS の実用化が進み、 MS は単なる兵器から意志を持つ装置へと進化を見せ始めた。戦術面では従来の3機1小隊編成に加え、エースパイロット短機による戦線突破戦術が導入された。艦艇としてはラーディッシュ級やアーガマ級が登場し、 MS の高速展開と補給を前提とした構造が主流化した。第1次ネオジオン構想 UC0088 から0089、この時代はダブルゼータガンダムを象徴とする多機能大火力 MS の時代である。フルアーマー、合体、変形機構、ミサイル、ビーム兵器の大量搭載など MS の火力と装備は戦艦並みに達しつつあった。これは艦艇の火力に代わる移動要塞としての MS の運用思想を表しており、短期制圧戦術がより重視された。一方でアクシズ後のネオジオンもドーベンウルフやキュベレーマーク2といった遠隔操作型 MS を多数投入。サイコガンダム系列の大型 MA 量産型サイコガンダムも開発され、 MA は単独作戦用の戦略兵器として再評価された。ただし整備性、操縦適性の問題から限定的な運用にとどまった。艦艇については大型戦艦よりも MS 輸送、指揮に特化した巡洋艦型が主流となり、拠点攻撃は MS に依存する体制へと移行した。戦術的には制中権を取るための艦艇と MS 連携戦が主であり、艦艇の役割は MS の展開、回収、指揮拠点として確立された。第2次ネオジオン紛争 UC0093、この時期戦術思想の中核を担ったのがサイコフレームの導入である。アムロレイのニューガンダム、シャア・アズナブルのサザビーに代表されるように、 MS は精神艦応と反応速度が融合した直感型戦術兵器へと昇華された。パンネルによる遠隔同時攻撃やサイコフレーム共鳴による意思電波の兆候が現れ、戦闘は技量と精神艦応力の優劣で決まる段階に入る。この頃の MS は1機で小隊、艦隊単位の制圧が可能なレベルにあり、事実上艦艇の火力支援を必要としないほどの独立性を持っていた。サザビーやリガジのように脱出機構や強化装甲、長距離推進装置を標準装備することで戦場をめぐる砦として運用できる設計が主流化した。艦艇ではラーカイラム級など新世代艦が登場。長距離ミノフスキー通信、複数 MS の同時展開、急速な補給能力などを備え、完全な MS 母艦として機能した。1年戦争以降の約15年において、モビルスーツは高機動、高火力、高応答性の戦略兵器へと変貌し、モビルアーマーは特殊戦、心理戦に特化した象徴的兵器として活用された。艦艇は MS 運用前提の設計に進化し、戦場は艦艇の支援下で ASMS が制圧する構造へと移行していった。この間、技術的進歩と戦術的柔軟性が両立することで、兵器体系はより高度に、そして精神性を帯びた形に変化していったのである。チャンネル登録高評価お願いします。